皆さん、外国人って日本のことが好きで来てくれてるよねって思いませんか？でも実は外国人同士の会話では日本に対して強めの不満をぶつける人がいるんですよ。なぜそんなギャップが生まれるのか、本当に日本が悪いのか、僕は韓国人として日本に9年間住みながら数千人以上の外国人に会ってきました。99% は日本が好きで日本にいる外国人でしたが、1% の外国人の思想が怖かったんです。今日はその 1% の特徴を3つに分けて説明します。1つ目、旅行に来てあげてる。2つ目、日本に住んであげてる。3つ目、この国は間違っているです。まず一つ目は旅行に来てあげてる外国人の観光客の中でね、一部の方はこう言うんですよ。俺たち日本にお金使ってあげてるのに、なんでこんな扱いなんだと。例えば最近だと京都のケースですね。観光バスが満員で乗れない。ホテルは高騰する。さらには外国人価格の論争。これを見た一部の外国人はこのように言うと思います。外国人からお金を取るために値上げしてるんじゃないか。差別なんじゃないか。でも、ここズレがあると思うんですね。京都市の観光客数、年間で約8000万人規模らしいです。人口約140万人の都市に対して50倍近い人が押し寄せていますね。これ、インフラ崩壊レベルです。バス一本に地元の住民が乗れない。ゴミ処理が追いつかない。だから、価格で観光客の数を調整するしかない。これは経済学的に見ても、典型的な需要抑制の手段ですよね。ただしね、観光客はこの内部事情を知りません。さらに問題なのは、一部のメディアが日本が外国人から搾取していると単純化して伝えているんです。すると外国人観光客の中でこういう誤解が生まれるんですね。俺たちが金を脅してるんだからもっと優遇しろよみたいな。まあね、気持ちはわかるんですよ。だって日本の皆さんはもう旅行先でお金払ってるのになんか冷たい対応されたら嫌ですよね。でもね、ここで一つ重要なのはお金は絶対的な正義ではないという、ことですよね。外国では正直、京都レベルのオーバーツーリム都市っていうのはほぼ存在しないというふうに思います。だから、される側の苦しさが実感としてわからない。ここに構造的な誤解があるのかもしれません。つまり、この旅行に来てあげてるは、情報の非対称性、内部事情を知らない、メディアの切り取り、お金万能主義、この3つが組み合わさって生まれている現象なのかもしれません。で、2つ目は、日本に住んであげてるという構造です。日本で働いて税金払ってる、消費もしてる、人手不足を支えてる。だから自分は日本に貢献している側だっていう考え方なんだと思います。実際、一部事実もあると思うんですね。例えば、日本の外国人労働者数は2025年基準で約250万人らしいです。コンビニ、建設、IT、介護、かなりの領域で支えている外国の方がいると思います。韓国人の中でも年収1000万以上のエンジニアとか、資産10億円規模となる経営者も普通に存在しています。ここまでは何も問題であることはないかなと思っていて、問題はその次ですよね。今回の場合ですと。そこから自分は優遇されるべきだという発想に飛ぶと一気に摩擦が生まれるというふうに思います。日本政府としては必要性を感じてそういうビザを設けてやっていますよね。海外に住んでいる日本人も、その逆のバージョンで同じことをしているから、日本もしてるという場面もあると思うんです。でもですよ、そもそも前提として、外国人が日本に住めるのは許可された結果ですよね。審査があって、日本政府がこの人なら受け入れると判断したから成立しているということですね。これ逆に韓国の場合ですと、韓国政府が、外国人をそういった基準で、受け入れていると思うんですね。住んであげているという意識が強くなると、日本文化へのリスペクトが下がって、そして周囲の日本人からの評価も確実に下がると思うんですね。結果どうなるかというと、文句ばっかり言ってて、外国人全体のイメージが悪化したりとか、ビザの審査の厳格化だったりとか、職場でも信頼が低下しますよね。真面目に生きている外国人まで、被害が及んでいると思うんですね。そのようなことを考えている外国人がいれば、僕は逆の立場でも考えてもらいたいんです。例えばね、韓国の場合を例をすると、韓国に資産100億円の中国人が来て、俺たちが韓国経済回してるんだから、ルールを変えろと言ったら、どう思いますかって聞きたいんですね。そうすると、僕もそうだし、99.99% の韓国人は、いや、それは違うと感じるはずなんだと思います。もちろんね、優秀であること、これはすごく良いことなんだと思うんですね。僕も尊敬します。
。そこに、謙虚であること、相手をリスペクトすること、ここまでできたら、完璧なんだというふうに思いますね。特に日本社会はこの能力だけじゃなくて、協調性で評価される傾向も強いと思います。このルールを理解していると、あなたにも得になるというようなことをお伝えしたいですね。で、最後、3つ目。この国は間違っている思考です。これ深いですね。例えばね、日本は遅れてるぞ。この国は間違ってるぞ。日本のこれはダメだぞ。みたいな考え方です。自分の国の常識を正解にして、その基準で日本を評価しているような考え方ですね。日本のこういうことを改善したらもっと良くなるよってこと自体は良いことなんだと思うんですが、それじゃなくて文句ばっかり言って、自分の国はこうだったから、日本もそうしろみたいな、これが僕、ちょっと問題意識を感じるんですね。例えば、日本のコミュニケーション、日本では直接言わない、角を立てない、遠回しに伝えるっていう側面が、平均的に見ればあるというふうに思います。これは気配りの一種かもしれないんですね。ただ、これ韓国やアメリカだったとすると、ストレートに言う方が誠実、曖昧な表現はむしろ不信感につながる場合もあると思うんです。この文化の違いを見てですね、なぜ日本は遠回しにしてるのかを理解しようとせずに、韓国やアメリカではちゃんと言うのが誠実なんだよ。だから日本のあなたたちってなんではっきり言わないの？非効率だろみたいなことを勝手に言ってくるのって僕どうかなって正直に思います。でさらに典型的なのが、現金文化もあると思うんですね。日本は地震大国で、年間で震度1以上の地震が、2000回ほどあるらしいですね。だから停電とか通信障害が全体にある。そういった記憶も実際、東日本大震災でありましたよね。だから、現金とか鍵みたいな物理的なことを、重視する側面もあると思うんですね。そこから韓国人とか、一部の外国人は、なぜこんなに日本はデジタル化が遅れてるんだみたいなことを、言ってくるっていうのがあると思います。もちろんね、今は現金なくなって PayPay とかクレジット、タッチ決済ですごく楽になったし、それで効率化されている側面もあるかなと思うんですね。だからそれが本当に必要で改善すべき点が明確にあるっていう場合にはいいと思うんですが、なんか自分が不便だから、自分の国ではこうしたからっていう、ロジックで持ってくると、それを受け入れてくれる側も、いやいやいや、あなたの国の話でしょってなると思うんですね。前提条件が違うということです。だから僕やるべきことは他にあると思うんですね。なぜこの国はそうしているのかを分解して考えてみることなんだと思います。例えば、日本では丁寧さっていうのがありますよね。これは、単なる性格の話ではなく、長期的に社会が安定して回るようにだったりとか、日本の職人の物語精神だったりとか、そういったことが根底思想にあって、その結果、丁寧さっていう文化、日本人としての風習が残っていると思います。だから、日本は他の外国とは違う前提で最適化されている社会なんだと思います。これは日本の場合で、韓国はそうですし、中国、アメリカもその国の事情に合わせた文化風習が最適化できているというふうに思っております。完璧な国なんて存在しないと思っていて、僕は個人的にね。だから、指摘自体の問題じゃなくて、相手のリスペクトがあるのか、相手はなぜそうするのかを理解しているのか、自分の指摘で確実に良くなれるのかに対する考察が前提として僕は必要なんだというふうに思っております。ここまで話してきましたが、この例はあくまでも一部の人たちの話ですよ。実際には多くの外国人、日本の文化をリスペクトしながら静かに丁寧に生きています。日本は地震が多い島国という環境の中で、協調性、空気を読む力、極限まで磨いてきた社会なんだと思うんですね。だからこれある種生き残るために最適化されてきた強さになっていると思うんですね。日本社会の中で。逆に、これを、もし日本の製品を他の国で売ってみたいってなったら、こういった強さが強さではなくなる場合も、実際あるにはあるというふうに思うんですね。だからそれを外国人の目線で、そういったことに対する提言をすることは大事ですが、日本人と協調性高く相手と調和しようとしながら、相手をリスペクトして、言葉を伝えてあげた方が、本当に相手にも伝わりやすいですし、愛情も感じられるかなというふうに思っております。皆さんもね、もし他の国でなんでこういうことが起きるんだって思ったら、なぜそうなんだろう、そういった事情があるんだろうってことをセットで理解してみれば、日本の逆バージョンでの他の国の理解が進むかもしれません。よかったら他の動画もぜひ見てください。以上、パクンでした。アニョン。